さすらいサーフ TV のカナンです。今回の動画は11月に行われた日本のサーフィンのプロツアー鴨川戦にロキシーライダーたちの取材で行っていたので、そんな取材の裏側 3days をお届けしてみたいと思います。合間に会場でサーフィンもできたので、ぜひ最後まで見てくれたら嬉しいです。今はですね、鴨川の丸木にいます。今日から JPSA S リーグっていう日本のサーフィンのプロツアーの、ちょっと取材で、ロキシライダーたちのちょっと密着っていう感じで来てます。サーフィンと試合って朝早すぎ、見るのも大変ですよね。6時半からだもん。でここまで1時間半ぐらいかかるからさ、今日は3時ぐらいに朝起きてもう眠いでね、メディア登録チェックインをして、で今日は男子からスタートだから、男子が今6ヒート目ぐらいなんですけど、11まで終わったら女子のヒートやるって感じ。今日はそんなわけで海には来てるんですけど、サーフィンはできず、そんな様子もお届けしながら、今日明日明後日しあさって JPSA の普通の本戦は3日間なんだけど、日曜日にチームチャレンジって言ってブランド対抗戦みたいな特別戦があるので、そこまでいるからどこかでサーフィンもできたらなと思ってる4日間でございます。1日目はラウンド1に出場するロキシーライダーたちに密着。ちなみにこの1日目の波はプロが乗ってるからすごいいい波に見えるんですけど、実際めっちゃでかくて掘れてて速くて、セットが来るとかなりハードコンディションでした。ライブ配信で見る10倍強烈な波で迫力もあったし、ライディング見てて超楽しかったです。なんか会場にね、ご飯が出てるからじゃーん、美味しそう。おはようございます。今7時38分、デイ2です。今日も JPSA の試合会場に向かいます。7時半でさ、すごいゆっくりな気する。昨日4時に出たんでね、今日男子からのヒートだからちょっとゆっくりスタート。ゆっくり言うても7時半ですけどね。おにぎり食べて今日も頑張ります。ちなみにサングラスは最近届いたんだけど、アンバサダーしてもらってるこのエレブロのサングラス、調光変更であれなんですけど、めっちゃ気に入ってる。超かわいい、はい、行ってきます。今回なかなかあそこが、ジャッジテントですね。で選手がゼッケンとか受け取るのが白いテントがあって、でテントがたくさんあって、選手とかはここで観戦しながら波チェックしたりみたいな感じ。午前中のこの女子のヒートが1回終わったので、ちょっと休憩でございます。サーフィンできる間あるかな。はい、ということで、今女子のラウンド2やってるんですけど、1ヒートでロキシーの顔終わったので、この後女子が残り3ヒートあるのと、男子が6ヒートあって、ちょっと合間に2時間ちょっとぐらいありますので、1時間前には戻ってきたいんだけど、だから1時間ぐらいはちょっと合間でサーフィンできるかなと思って、試合会場のちょっと一番右の誰もいないところでも軽く波割れてたから、ちょっと結構いいの入ってきたからさ、ちょっとサーフィンしたくなっちゃったので、とりあえずサクッと行っていきたいと思います。さすらいサーフ TV と行くバリサーフトリップツアーを来年2月に開催します。一緒に旅に行きたい方、思い出を作りたい方大募集。詳しくはぜひ概要欄のリンクをチェックしてみてください。皆さんの参加お待ちしてます。はい、ということで今回はちょっとアフレコというか実況形式でお届けしていきたいと思うんですけど、ちょっと即興で撮ってるからめっちゃ噛むかも。はい、そんなわけで波はねこんな感じで、セットが入ってくると結構連発で来るんだけど、セットはめっちゃ速くて、これは私無理だと思って1個ちっちゃいの乗ろうって決めて入ってたんですけど、もう全然ほら見て、パドルも遅すぎて、なんかさすごいね、プロの試合を見てもうめっちゃ気合い入れてきたんですよ。いい波だって、私もちょっとやってやりたいみたいな、多分あるあるだと思うっていうか、上手い人のサーフィンを見てるとすごいモチベーション上がると思うんですけど、でもなんかこう意気込みすぎちゃったのプラス1時間で上がんなきゃいけないから、すごいなんか無駄に焦っちゃってさ、本当に
で見てください、これなんかパドルしてるけど全然水かいてないので、ほらスピードがつかなくてもあかんでしょ。なんだかね、もう絡まってます。でこれもさ結構波良かったのに、ここでさほら私なんか逃げ腰なんですよいつも。でこれは割と良かったのかな。レールでサーフィンしてるのにこの一発さなんかふわっていうのが多くて、なんかこうパワーゾーンにしっかり戻ったのに逃しちゃうっていうか、なんか私ほんといつもそうなんですよね。難しいな。そしてなんか後ろの彼こんなことができるわけですよ。でこれねロキシライダーのみなみちゃんがここにぶち込んでるの見たの私これで、そこに行くんだと思って乗った一本がこちらまあ気合は感じられますね。いいでしょう。でこれはどうですか。何してんねん。私ねテイクオフする時レール掴んじゃうんですよ未だに。ほんとダメだなって思うんですけど、でこの時はちょっとカレントがもう私のところにやってきて、もう乗る瞬間にボコーンってなって、これもさこれめっちゃ痛かった。フィンがさ腹に刺さってめっちゃ痛かったです。でもこの波は結構良かったの、一番良くて、ここにヒットしようと思ったらいきなり軽くなってあららって感じだったんですけど、これは今日のベストワンですかね。ちょっとすごい意気込んで入った割には失速気味なんですけど、でも合間でねサーフィンできると思ってなかったからパッとできてすごい楽しかったです。はい、ご清聴ありがとうございました。ケンさんが撮ってくれてたんだけど、この試合中でずっとねプロのサーフィン撮ってたからね、スローモーションに見えたでしょ。はい、ノロマ、いつでもノロマなんですけど、プロを撮ってたからこそよりスローモーションに見えたそうです。サイズあるからさ、やっぱ試合見てても選手たちがサーフィンしてるのすごい楽しいし、はい、よかった。サーフィンできないと思ってたから合間でチャラッとできてよかったです。で会場でコーヒー買いました。美味しい、すごい。すもちゃん1ヒート目です。ベッドの1本目は1.0。さあホワイト、佐藤相もバックララ第1位のポジションに変わります。ホワイトの佐藤が技を入れてくる。これはどうでしょうか。マッケンドアイブリッジのマルコ・アンディ 3.67 と。はい、おはようございます。すごい今日はデイ3でファイナルデーなんですけど、風がめっちゃ強くて多分10メーターぐらい吹いてる。で7時半スタートで男子から始まったんですけど、4ヒートやって今女子が始まったので、今からロキシーチームの、撮影をして応援します。昨日さ街波めっちゃ良くてあんまいいの乗れなかったんですけど、波結構良かったんですよ。仕事の合間にサーフィンできて嬉しいと思っててですね。でね、今日見てこののっぺらぼうドフラットになっちゃって、たまにどんくらいかなもも腰ぐらいの入ってくるんですけど、こんな一気になくなると思って、昨日セットは多分ね頭ぐらいのたまに入ってきたり連発したりとかしてたのに、こんななくなっちゃうんだと思って、いや難しいですね波というのはね。なんかサイズ下がる予報だったの昨日とかも。でもって言いながらも波あったしあれだったんですけど、ご覧の通りこの暴風の中、はいって感じです。寒い、すごい過酷マジ。風強すぎだし、波なんかいきなり湖みたいだし、とりあえず今ラウンド、クォーターが終わって、ちょっと空き時間なのでご飯を買いました。韓国料理屋さん、昨日は出てなかったんだけど1日目も食べたんだけどキンパも買っちゃった。いやマジで寒い。でもさロキシーの子マジで強いんだよね。かっこいい。でもなんかすごいずっと試合中波があったので昨日までだからなんかちょっとねもうちょっといい波でやってほしいなって思うけど、みんな悔しそうでした。ちょっと今負けてしまった子も。ロキシチャンネルの YouTube チャンネルがあるんですけど、そこでみんなを密着した動画も公開、もうすでにされてるかちょっと分かんないけど公開されるのでぜひ見てください。なんかすごいサーフィンのさプロって、JPSA っていう、日本のツアーがあったり WSL っていう世界のツアー回ってる子とかもいるんですけど、みんなすごい頑張ってるし、試合のためにいろいろ食事管理したりいろいろしたりしてる中で本当頑張ってる子たちを見るのってすごいさ応援したいなと思うと思うし、みんなのノリとかも分かるから見てみてください。
今日もうまい。ロキシーチャンネルと何も携帯は変わらないんですが。でも初出演。本当？じゃない？確かにくれてた？あ、ないかも。してくれてなかった。今度さ、サーフィンも一緒に出てよ。全然やりましょう。本当？全然本当にやる。マジ？あなたはもう結構しょっちゅう3回ぐらい出てます。はい、まあそんなわけで、ななほちゃんとすもちゃんです。今日はね、ちょっとね、ちゃっかり昨日試合会場の端っこで私サーフィンしたりしながら、ちょっとうちのさすらいもこそっと撮ってたんですよ。で、ちょっとお二人いたので、ちょっと出てほしいなと思って、ゴーガールズやってるじゃん。で、それってなんか実際どういう感じなのかなっていうの、楽しいのか結構大変なのかとか。もうリアルだよね、うちらのね。めっちゃ楽しいです。そうなんだ。めっちゃ楽しいよね。撮られるのもみんな好きだし、なんかもうだんだん慣れてきて、みんなの素が出るようになってるから、いいよね。いい雰囲気でやれてると思います。見てるのめっちゃ楽しいしさ、なんか多分最初にあれやり始めたの3年前の一宮オープンが多分一番最初私行ったのね。確かに真冬の雪が降ったそう、時のやつだ。雪降ってて、そうの時だからそれからさ始まってさ、でロキシーってすごいなと思ったの。そういうシーンを撮ってこれからなんかみんなのこれを発信していきたいって言ってたのすごいなと思って、でもやっぱさ試合をさしながら撮るってめっちゃ大変だなと思うけど、でも楽しいんだね。よかった。なんかなんか本当ストレスなく、まあなんかやれてるよね。だからこう素がみんなに見てもらえるのも楽しいし、そういうのがちゃんと映像として残って、後からね、そう振り返れるのも自分たちも楽しいし。それでもちょっとカナンちゃんに、カナンちゃんじゃないですか、インタビュアーがね。だからふざけすぎちゃうっていう。だから多分相当カットしてもらってる部分はきっとあるはずだし、カナちゃんこうだからねみたいな私も付け足したりしてるし、最後に言ってるよね。しかもなおちゃんならなおちゃんで、なんかもっとふざけてるよね。なんかもっと試合のこととか全然喋ってくれないじゃん。でもやっぱそういうのってさ、なかなか知る機会ないから、私も何回もこうやって試合に来て、あ、こういう気持ちなんだってちょっと分かるようになったけど、やっぱ最初さ見てないとさ、もっとなんか張り詰めた空気なのかなとか思ってたけど、実際みんな意外となんか負けちゃった後とかも、また次って感じでさ、なんかそれもね。そうでもなんか逆に取ってくれてるからこそなんか前向きに発言しようっていう気持ちのスイッチにもなってると思う。落ちるときはみんな落ちてるし、でもそこをみんなで支えてるし、なんかそれがチームのいいとこかなっていうふうには思う。すごいいいこと言いますね。そう聞こえる。まあそんなわけですいませんね、登場までしてもらって。今度は一緒にサーフィンします。ね、一緒にしよう。ななほちゃんとだって台湾から多分サーフィンしてない。してないね。2年前のあれからはね、ちょっと成長した。ね、なんか試合も出てるじゃん。やだ、もうやめて。全日本も出ちゃったね、全日本も出ちゃったりして。ラウンド1勝ったわけよ。すごい。しかもめっちゃジャンクだったんでしょ。まあでもそんな、まあでも最初は青島に移動だったからそんな大きくなかったんだけど、でもずっとみんなの試合見てんじゃん。あ、言ったっけわかんないけど、もうなんか2位だったのね。で残り3分でもうみんなの試合見てるから自然にマークいってたの。マジでもうセレブリティがどの頃とかなんか周りの人に言われたんだけど、いや絶対私そんなに見れないから無理とか言ってて、なのに試合入ったら気づいたらめっちゃマークしててめっちゃウケたんだけど自分で。まあとりあえずみんなのおかげで。いやでもね、私出てみてよかった。本当すげえな。しかもあれも YouTube 撮ってたの自分で。でもそんな心境なんか喋れなかったし、ケンちゃんにどうですかとか言っても、いやちょっと今やめてみたいな話でちょっと緊張しすぎちゃって。だからその取られるっていう気持ち、取られながら試合に出るっていうのの大変さもちょっとだけでもなんか体感できたし。でもカナンちゃんとケンちゃんだからこそみんなこうノンストレスにいられてるっていうのは本当にある。別にこれ言わせてるわけじゃないですから。全然違う。まあね、全然違う。嬉しいです。ありがとうございます。いつもありがとうございます。今度またね、トリップでも行きたいです。休み。行きたいです。なんかボードトリップみたいなやつとかさ。やばい。行きましょう。ね、行きたいよね。で、映像を撮って、でロキシにも残して。さすらいにも乗っちゃって。さすらいにもちょっとちゃっかりしちゃって。さすらっちゃって。ね、やりましょう。
じゃあすいませんね、試合の途中で。いやとんでもないです。とりあえずチームチャレンジななほちゃんは出るから、はいそれもロキシーチャンネルで出ると思いますんで、いでスモさんは、今日負けてしまったんですが惜しくもね惜しくもロキシーチャンネル楽しませてもらいましたでね試合ゴーガールズも上がるので見てください。ありがとうね、バイバイ。ということで私の仕事は終わりました。プロツアーは今日で終わったんですけど、明日特別戦があるのでそれも撮ります。ということで今回はですね、JPSA のS リーグのちょっといつもこんな感じで仕事してるんだよっていう感じもちょっと裏側ロキシーチャンネルでやってるロキシーガールズたちの裏側なんかも見せれたんじゃないかなと思います。まあ今回私この3日間で、明日もいるんだけど3日間で一番嬉しかったことはちょっと動画撮ってなかったんだけどななほちゃんに「かなんちゃんサーフィン上手くなってる」って言われたことです。はい、ということで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなとかこんな感じなんだ面白いなと思ってくれたらぜひグッドボタン、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録も本当にちょっとずつなんですけど地道に増えたら嬉しいなと思ってるので、ぜひ応援のためにもグッドボタンチャンネル登録ぜひ押してくれたら嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。お疲れ様でした。